はいどうも、バーホー好きみっちゃんの定休日のみっちゃんでございます。よろしくお願いします。お久しぶりです。というわけで、我が愛車 PS250 の洗車シーンから始まっておりますが、今回ね、やりたいのがですね、クランクケースについてるネジのネジ山をねじ切ってしまったので、まあね、バカみたいに強い力でね、締めちゃったんですけれども、このネジ山を復活させるという行為をリコイルというらしいんですよね。なのでその、作業動画になりますのでよろしくお願いします。というわけで早速そのクランクケースのカバーを外しております。で外はね、化粧ケースのようかな、わかんない、外装ですね。で中にアルミのカバーがついてるんですけどね、クランクカバーですかね。でそこを外しております。で実際ね、その舐めたところというかネジ山削ったところがね、結構ダンデムバーの位置、ダンデムバーが干渉するっていうんですかね、だったので、ちょっとこれも外さなあかんなというところで、サイドカバーも一応外します今回ね。で今クランクケースがクランクカバーかクランクケースのカバーが外れたところで、これじゃダメだというところで、ステップも外し、サイドのカバーも外しますが、大体ねこういった時に汚れてる部分をどんどんね掃除できるというメリットもあります。なんとねポジティブに捉えると。で、今、ダンデムステップを外して、一応これマスキングをしてね、ドリルを回すときに潤滑油刺すんですけども、それが垂れたら嫌だなというところで、マスキングをしております。ほんで、今ドリルでネジ山を、古いネジ山、舐めたネジ山を削り取りました。でその後に、パーツクリーナーで、鉄粉を、洗い流して最終的に綿棒で確認しましたね。ほいでここからはまた潤滑油を刺してなんていうんですかね、ネジ山を作る作業になります。新しいね。で軽く手で刺して、インパクトで、正の字回したり逆方向に回したりしながら、ゆっくりね徐々にネジ山を作っていきます。その作業中ですね。なんですけれども、ここまではね割とね順調でした。多分ね時間的には1時間ぐらいかな、洗車込みですけども、だいたい1時間ぐらいでこの作業を終わらしてるんですけども、その後に新しく作ったネジ山に、ステンレスでできたスプリング状の新しいネジ山を差し込むんですけれども、この時ね初めてやったんですけど、失敗しまして、というのはそのスプリング状の新しいネジをねじ込むんですけれども、先っちょにこう引っかかる部分があって、でそれに、工具を刺してねじ込むんですけれども、目いっぱい奥までねじ込むと最終的にそこの、引っ掛けた部分が、棒みたいなやつでトンって叩くと折れるような溝が掘ってあるんですけれども、要は奥に行き過ぎるとなんていうんですかね、折れずに工具も取れずに大変なことになりますので、今回僕が学んだのは、そのネジ状のやつはスライチ、もう表面スレスレで、ストップさせて、棒みたいな工具で、ポンチというのかな、工具でトンって叩けば一応ねそれで終わるというところでした。で、このクランクのケースのカバーもクランクカバーかもうアルミでできているので、なんとなくちょっとねこの時コンパウンドで磨きました。磨いたところでね別に見えるわけじゃないんですけれども、見えないところのおしゃれというんですかね、そういった感じで磨いております。ほいで単純にあとはもう元に戻すだけなんですけれども、なんつうんですかね、この分解するってなかなかしないので、その時に、汚れてる部分なんかはなんとなく掃除してしまうというね、なんつうんですかね、バイクばらす時にあるあるなんですかね。こういった感じで掃除しながら振り直しております。でフレームとかもねやっぱりね、このフルカウルだとラジエーター、一番左にあるのがガソリンタンクなんですけれども、前輪のねすぐ右側
にあるの。その後ろに、ラジエーターがあるので、そこがね空気の通り道になっていて、でそこまでの間にやっぱりね空気が通るとどうしてもホコリが溜まりやすいというか、なのでこういった時にね掃除してあげてます。でやっぱりそのサイドのカウルもやっぱり汚れてるところ、拭きづらいところもあるので、こういったバラした時になんとなく掃除して綺麗な状態で塗ってあげるとやっぱ気持ちいいなというところですかね。はい、といった感じで、あとは、サイドのステップをつけてとりあえずは完成ですかね。とはいえこれでね結局掃除込みで2時間ぐらいで終わったので、今回の作業としてはまずかなというところです。で最後は、サイドのカウルをつけて終了です。ご視聴ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもおすすめ動画ありますので、ご視聴よろしくお願いします。